こんにちは。今回はダイソーさんのこちらのリサイクルコットン 100% のホワイト1玉 50g を使って、春夏のトップスを編みたいと思います。こちらの、塩かぎ針は6号針で、標準ゲージが10センチのメリヤス編みで23目30段になっています。糸長は120メートルあります。最後までご視聴ください。6号針 3.5 ミリのかぎ針で編んでいきます。中から糸を出します。中から出しづらいのでまとめて出てしまいますけど、鎖126目編んでいきます。ここから糸を絞ってここから目を数えていきます。12345、126目鎖を編んできました。そしたら細編みを126目編んでいきます。この鎖の裏山を拾って126目編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んで、この目を裏山をこの後ろのポコポコポコっとしたところを拾って126目編んでいきます。3、4、このように細編みで126目編みました。そしたら、模様編みに入っていきます。立ち上がり鎖3目編みます。これ長編み1目分になります。そしたら針に糸をかけてここで長編みの2目一度を編みます。すぐのところに針を入れずに、2目目になりますけど、こちらの目に長編みの未完成を編みます。また針に糸をかけて次の目にも針に糸をかけて長編みの未完成を編みます。そして針に糸をかけて、一気にこの3本を引き抜きます。これで長編みの2目一度を編み終えました。そしたら長編みを4目編みます。1、2、3、4目。そしたらここから繰り返しになりますけど、鎖を2目編みます。そしたら、目を飛ばさずに今長編み4目編んだ最後の4目目の隣の目に針を入れて
長編みを7目編みます。1、2、3、4、5、6、7目で、7目編んだら2目飛ばします。そして2目飛ばして3目目、ここからまた7目長編みを編んでいきます。2、3、4、5、6、7。そしたらまた鎖2目編んで、目を飛ばさずに長編みを7目、そして、7目長編みを編んだら2目飛ばして3目目に長編み、はい、長編み7目編み終えたらまた鎖を2目編んで、目を飛ばさずに長編みをまた編みます。7目、これを繰り返していきます。そうするとこのように波を打ったような模様になっていきます。繰り返していきます。はい、そしたら最後2、4、6、7目余っているところまで編んできました。2目飛ばして長編みを7目編んだところです。そしたら鎖を2目編んで、目を飛ばさずに長編みを4目編みます。4目編み終えたら、ここで長編みの2目一度を編みます。長編みの未完成を2目編んで、最後に針をかけて糸を引き抜きます。これで長編みの2目一度が編み終えて、最後1目長編みを編んで、これで模様の1段目が編み終えました。そしたら、2段目立ち上がり鎖3目編んで、編み地をひっくり返して長編みを4目編みます。この時もすぐのこの鎖の目ではなくて、次の目に針を入れて長編みを4目編みます。2、3、4目。そしたら、ここ1目飛ばして、この前段の穴になってるここのところに側に針を入れて長編みを1目編んで、鎖を2目編んで、もう一度
この穴のところに側に針を入れて長編みを1目編みます。そしたら、この長編み、前段の長編みの斜め目のところ、最初の目に針を入れて、また長編みを編んでいきます。これが、6目あると思います。3、4、5、6目編みます。そうすると、この側に入れた長編みも含めて2、4、6、7目になります。そしたら、2目飛ばしてまた6目長編みを編みます。3、4、5、今度はここの最後の長編みのところを編んで、これで2、4、6目長編みを編みます。そしたら、また繰り返していきます。側に針を入れて長編み1目、鎖2目、また側に針を入れて長編み1目で、長編みを6目編んで、3、4、5、はい、6目編んで、1、2、2目飛ばしてまた6目、1、2、3、4、5、6、はい、これを繰り返し編んでいきます。針に糸をかけて側に長編みを1目編んで、鎖2目、長編み1目で、前段の長編みのところに長編みを6目編んで、2目飛ばして6目、繰り返し編んでいきます。このように編んでいきます。はい、最後のところに来ました。2目飛ばして長編みを2、4、6目編んだところです。そしたらまた、側に針を入れて長編み1目、鎖2目、長編み1目を編んだら、今度は長編みを5目編んで終わります。1、2、3、4、5。本当はこの6目めを編みたくなっちゃうんですけど、そうすると2、4、6、7目に、長編みがここ斜めになってしまうので、最後は編まずに、全体で2、4、6目編んで編み終わる形になります。
そしたらこの2段目の編み方を繰り返し編んでいきます。はい、そしたら模様編みを45目編んできました。そしたら最後、戻る形で編んでいくんですけど、この肩の部分、サイドの肩の部分が、波打っていますので、ここの、肩のところをまっすぐなるように編みます。でこの襟のところはそのままこの波の形を残す形で、また、こちらの、サイドの方もまっすぐなるように編みたいと思います。立ち上がり鎖3目編んで、編み地を繰り返して、これ長編み1目分になるので、すぐの目ではなくて、次のこの目の頭に針を入れて長編みを編みます。次も長編みを編みます。そしたら、次の3目は中長を編みます。そしたら、鎖の2目のところに来たので、ここは側に針を入れて、細編みを2目編みます。次はこの、長編み斜めのところに入りますけど、中長を3目、ちょっとこう、こう斜めになっていくので、この中長も、若干、足を長く編むようにこう引っ張って調整するといいと思います。で中長3目編んだら、今度は長編みを3目編みます。この時も長編みのこの足を少しずつ長くするように、調整して編んでください。そして、ここの一番深い部分の2目は長々編みを編みます。このように針に2回糸を巻いて、このように2本ずつ糸を引き抜いて編みます。もう一回2本2本2本で、これで長々編みを2目編みました。そしたらまた長編み3目中長3目で、最後ここの鎖のところは細編みという形で編んでいきます。で中長3目で、ここのと
ころは側に針を入れて細編み2目、このように編み終わりました。繰り返し編んでいきます。はい、ここから40目編んできました。この、波が2回編んだところです。8目と16、16で40目、最後は、細編み2目側に編み入れたところになります。そしたら、こちらの8目と16目16目のこちらまではこの部分ですねは前目細編みを編み入れていきます。なので、46目ですね。46目はそのまま、1目の中に1目ずつ細編みを編んでいきます。で、ここの、穴が開いているところ、鎖を編んだところは、側に、細編みを編めばいいと思います。このように側に針を入れて編んでいきます。では、46目編み進めてください。はい、46目編んできました。そしたら残りのこの2波と半分をまっすぐ編むように編んでいきます。こちらの方と同じように編んでいくんですけど、最初ここの鎖の部分なので細編み2目編んで、次が中長を3目、だんだん深くなるので、目の足をこのように長くしながら編んでいきます。中長3目編んだら、次は長編みを3目、そして、一番深いところの2目を長々編みで編んでいきます。そしたらまた、今度はだんだん浅くなっていくので、長編みを3目、次に中長を3目で、鎖のところに来たら細編みを2目、このように編んでいきます。はい、肩の、こちら側も編んできました。最後、ここの側に針を入れて、細編み2目編んで、中長を3目編んで、長編みを今2目編みました。そしたら、最後ここはもう一つ長編みを編み入れます。この立ち上がりの、この頭の目のところに
針を入れて長編みを1目編み入れて長編みを3目編んで終わります。そしたらこの肩の幅の倍の糸端を残してカットします。かがる時に肩をかがる時に使うので2倍分ぐらい取って糸をカットするといいと思います。はい、そしたら、編み地のこの糸端の始末をして、全部始末が終わったら、スチームを当てて形を整えて、それから、肩と脇の、閉じをして完成させます。でこういう、糸端はこうなっているので、この右側の糸端はちょっと左のこの編み地にこう縫い付けてこのように出てこないように縫い付けてカットします。こっちの左側にある糸端はこう2本あった左側のこちらの糸端はこっちの右の方に、針を渡らせてこのように編み地に縫い付けてこんな感じにちょっとこう返しながらこう戻るようにこう縫い付けてで編み地を切らないようにギリギリのところをでカットします。こんな感じで糸始末してください。糸端の始末をするとどちらが表かわからなくなるので、このように表側にマーカーをつけるとかして目印をしておくといいと思います。はい、最後に肩と脇を閉じていきます。肩はかがりはぎで、こちらの脇は鎖閉じで閉じていきます。最初に肩からいきます。中表にして、外側を裏が出るようにこのように合わせて、これで、角と角の目を拾って
このように目の頭のこの鎖の部分2本ずつをすくってかがっていきます。ちょっと白いので見にくいんですけど、こちらの40目まで肩をかがります。はい、40目まで来たら、もう一回同じところ40目のところに、糸を通してあれで、終わります。少し戻る感じでこのように糸を縫い付けて、でちょっと戻る感じで糸をカットします。はい、できました。そしたらこちらの反対側もこの最後残した糸端で巻きかがってください。脇は鎖閉じをします。身ごろはだいたい49センチの長さあるので、だいたい25センチぐらいのとこまで23段のところにマーカーをします。ここまで、閉じていきます。そのまま6号針で閉じていきます。一番端の角に針を入れて、2本取った方がいいと思います。そしたら糸を引き抜いて、鎖を編みます。また1、2、2目鎖を編んで、この模様編みの、目の頭に針を入れて、糸を引き抜きます。そしたらまた2目鎖を編んで、また目の頭に針を入れて糸を引き抜いていきます。
鎖を2目編んで1段ごと目を引き抜いてこのように閉じていきます。ここまで編んでいきます。はい、こちらからこのように編み終えました。そしたら、糸を引き出して糸始末分だけ残してカットします。引き抜いたここの出てる、糸をこっちで一回止めてそして、この端の耳のところにこんな感じで縫い付けてで少し戻ってカットします。そしたらこっちの、最初の方の糸端も同じように始末してください。はい、反対側も同じように、鎖閉じで閉じてきました。そしたらここの部分と、肩の部分を、スチームを当てたら完成になります。この、身幅が60センチでこの、丈が50センチになります。袖から肩にかけて20センチ、襟の幅が23センチになります。こんな感じに春夏らしい爽やかなプルオーバーが完成しました。ぜひ編んでみてください。ご視聴ありがとうございました。